私の名前はさとみ。5年前まではバリバリのキャリアウーマンとして働いていたのですが、夫の直哉との結婚を機に専業主婦として家庭に専念しています。直哉との出会いは職場で開催されたパーティーでした。私たちが勤めていた職場はそこそこ名の知れた企業で、その日は創立記念日ということで、同じ系列の社員はもちろんのこと、関連企業まで招待された大きなパーティーが開かれたのです。とはいえ、堅苦しいものではなく、日頃の労をねぎらうような、とてもラフなパーティーでした。私は同じ職場の人たちと食事をしながら談笑していたのですが、突然、全く顔も名前も知らない直哉に声をかけられたのです。突然すみません。自分営業部の者です。はい、どうも。実はあなたに一目惚れしたみたいで、もしよろしければ、連絡先を交換していただけませんか？これが私たちが交際するきっかけです。あまりに唐突な申し出だったので、私は断りたかったのですが、周りの同僚に促され、仕方なくその場の勢いで連絡先を交換したのでした。直哉は私の一つ年下で、営業部なだけあって口がうまく、加えて甘い上手。私は決して流されやすい性格ではないものの、それでも引きつけられてしまうほどでした。それから、直哉の猛烈なアプローチが始まり、押されに押された私は、1回2回とデートを重ねるごとに、彼のまっすぐなところに惹かれ、付き合うことになったのです。職場は違うので、仕事中に会うことはありませんでしたが、同じ系列ということもあり、共感できる話が多く、お互いが精神的な支えとなったことで、次第に互いがなくてはならない存在となりました。そして私たちは、3年の交際期間を経て結婚することになったのですが、ここで私にとって大きな決断を迫られることになったのです。結婚したら、さとみは仕事を辞めてくれないかな？なんで？さとみは今までずっと頑張って働いてきただろ？だからそろそろ休んでもいいと思うんだ。いや、だからなんでよ。私は働くのが好きなの。だからこれからも働いていたいわ。さとみが仕事好きなのはよく知ってるよ。でも、俺は結婚したらさとみとの子供が欲しいと思ってるんだよ。俺も小さい頃、両親が共働きで寂しい思いをした記憶があるから、自分の子供には同じ思いをさせたくないんだよ。それはわかるけど、子供ができた時に育児休暇を取ればいいでしょ？それまでは将来のために少しでもお金を蓄えておいた方がいいんじゃない？それはそうだけど、さとみ、俺より帰るのが遅い時もあるじゃん。さとみが家で待っててくれたら、もっと仕事頑張れるなーって思ったり。なあ、頼む。さとみのうまい飯で俺を出迎えてくれよ。考えさせて。その後も、直哉は甘えたような口調で、私に働かないでほしいと懇願を受け続けたのです。しかし、どこか自分勝手な直哉の言い分に、腑に落ちなかった私は、仲のいい同僚に相談してみることにしました。っていうことがあったんだけど、どう思う？いいんじゃない？さとみに甘えていたいってことでしょ？かわいいじゃない。同僚は冷やかすようにニヤニヤしながら言ってきました。ちょっと、私は真剣に聞いてるの。ごめん。私もさとみの考えには同感だけどね。まあこのご時世、働けっていう旦那も多いわけだし、経験として専業主婦になってみるのもありなんじゃない？そうかな。まあなんかあったらいつでも相談乗るからさ、たまには流れに身を任せてみたら？同僚の言葉に背中を押され、直哉の提案を受け入れて飲むことに決めました。ある条件と引き換えに。それは私や二人の間にできた子供を一生大事にすること。結婚を決意したわけですから当然のことではありますが、彼の必死さに少々不安を覚えた私は念を押しておくことにしたのです。自分の意見が通った彼はその場で大喜び。もちろん大事にする。一生愛し続けると誓います。と誓いのセリフを真似て私に抱きついてくるほどでした。それから半年後、私たちは晴れて夫婦となったのです。そして始まった新婚生活。それは私が想像していた以上にとても充実した日々でした。ただいま。はい、これ、お土産。お帰りなさい。これケーキ？どこで買ってきたの？会社の駅前に新しくカフェができてさ、かわいいケーキいっぱいあったから、さとみと食後に食べようと思って。ありがとう、嬉しい。私も今日は直哉が大好きなハンバーグを作ったの。すぐに焼くからお風呂入って疲れを落としてきて。
マジで？さとみが作るハンバーグ本当にうまいんだよな。よし、すぐに上がってくるから待ってて。直哉は私が何を作っても美味しいと言って食べてくれるし、自分も疲れてるはずなのに、今日も一日家事を頑張ってくれてありがとうと言ってくれます。お互いがお互いを尊重し合って感謝を欠かさない。自分でも少し恥ずかしくなってしまうくらいラブラブで本当に幸せでした。しかし、結婚して1年半が経った時のこと、直哉の言動が少しずつ変わり始めたのです。今日何時頃帰れそう？ごめん、さっき取引先との食事会が入っちゃったから、ご飯は外で食べるよ。また？今月入って何回目よ。仕方ないだろ、昇進がかかってるんだから。じゃあ、俺忙しいから切るよ。ちょっと。そう、結婚2年目にして、直哉は急に忙しくなったのです。昇進がかかってると言って残業が増え、接待で夕食を家で食べないこともしばしば。もちろん、その間私は家で一人でご飯を食べます。前までは二人で夕食を食べながら、次の休日はどこに行くか話していたのですが、今となっては二人で休日に出かけることもありません。ねえ、最近忙しすぎじゃない？何？誰のために頑張ってると思ってんの？私はただ、もう少し休んだらと思って、ね、頑張るためにも息抜きは必要だよ。久しぶりに二人で映画でも見に行くとかどう？そう思うなら、休日くらい一人でゆっくりさせてくれよ。気が利かないな。直哉は余裕がなくなっているのか、最近では言葉遣いも少し荒くなってきました。なんでそんなに昇進にこだわるの？なんでって何？昇進してほしくないわけ？そうじゃなくて。俺はこの先里見だけじゃなくて、子供ができた時のことも考えてるんだ。昇進すれば今より給料をもらえるようになる。金のことで苦労させたくないだろ？それはそうだけど、二人の時間を犠牲にするほどなのかな？二人の時間って、里見はいつも家で一人でいるからそう言えるんだよ。俺の身にもなってくれよ。ごめんね。私もそう思う。だから直哉が仕事に行ってる間、私もパートでも始めようかなって思うんだけど、お金の心配で余裕がなくなっているのであれば、私も働けば少しは楽になるのではないかと考えました。何よりも家に一人でいるのが辛かったのです。はじめは直哉に頼まれて仕事を辞めましたが、現実が見えた今となっては、きっと共働きにも賛成してくれるだろう。そう思ったのですが、結果は違いました。はぁ？冗談だろ？お前は家にいる約束だろ。何急に怒ってるの？お前がおかしなことを言うからだろ。なんでよ、お金のことが心配なら、二人で解決しようって提案してるだけじゃない。そんなことしたら、まるで俺の稼ぎが少ないって言ってるみたいじゃないか。俺に恥をかかせたいのか？気が立ってしまっているのか、何を言っても私の話は聞き入れてくれません。その後もなだめようと努力しましたが、直哉は終始言葉を荒げた状態で、ひとしきり話し終えると、ふてくされたように寝室にこもってしまいました。相当ストレスが溜まっているんだ。新婚の頃からは想像もつかないような直哉の変わりように、心配と少し恐怖を抱いてしまいました。それでも一生を共にすると誓った相手です。何とかして今の状況を脱しなければいけないと、次の休日、また話し合う覚悟を決め、その日に向けて話し合う内容を考えていました。ですが、その日を迎える前に、私の心配を裏切るようなある出来事が起こったのです。それは取引先の接待で帰りが遅くなった日のこと。酔っ払って帰ってきた直哉がスーツを脱ぎ散らかしてお風呂に入ったので、仕方なく拾い集めていくと、ジャケットからスマホが転げ落ちてしまったのです。すると床に落ちた衝撃でスマホの画面が光り、ふと目をやると知らない女性からのメッセージが表示されていました。なおくん、今日もすっごく楽しかったね。明日は18時に渋谷のハチ公前でもいいかな。明日もいっぱい楽しいことしようね。ハートの絵文字だらけの甘ったるい文章は、どうあがいても取引先とは思えない内容でした。上司や取引先の人間が、直哉のことを、なおくんなんて呼ぶはずがありません。一瞬で嫌な予感がよぎった私は、とっさにその画面の写真を撮り、急いでリビングに戻ると、謎の吐き気でしゃがみ込んでしまいました。なんとか自分を落ち着かせ、頭の中を必死に整理する私。直哉は浮気している？真実を突き止めたいが、このまま問い詰めてもきっと、相手がいたずらで送ってきたと言い逃れられてしまうと思い、今は気持ちを押し殺して、明日決定的な証拠をつかんでやろうと考えました。
風呂から上がった直哉はいつになく上機嫌の様子。疲れた。今日もいっぱい飲まされたわ。そう、それは良かったわね。なんだよその言い方。それだけ気に入られてるってことなんでしょ？そうそう、本当に気に入られちゃってさ。上司も俺ばっか頼るもんだから、もう俺なしじゃあの会社は回らないだろうな。お酒のせいか調子に乗って、ありもしないことをペラペラと話す直哉。よかったわね。これなら昇進ももうすぐね。私がそう期待を込めた眼差しで言うと、直哉はあからさまに焦った様子で答えました。そうだな。俺ならすぐだよ。ってことで、明日も帰りが遅くなりそうだから、家のことを頼んだぞ。そこで話を切るように寝室に入り、直哉は眠ってしまいました。そして翌日、時刻は18時になろうとしている頃、私は渋谷駅にいました。昨日見たスマホに表示されていたメッセージによれば、直哉はここに仕事をしに来るはずです。まだこの目で確認するまでは浮気だとは断定はできないと、わずかな希望を抱いて待ち構えていると、直哉がやってきました。お待たせ、萌ちゃん。遅くなってごめんね。もう遅いよ。会いたかったよ、なおくん。そこには、直哉のことを直くんと呼ぶ女性と、その女性にデレデレする直哉の姿がありました。そして二人は、そのまま手をつないでホテル街へ。私が見た光景は、紛れもなく浮気現場でした。私は重い足取りで家に帰ると、何もする気力が出ず、リビングで電気もつけず、気づいたら5時間が経過していたのです。それに気づいたのは、ちょうど直哉が浮気から帰ってきた時でした。ただいま。あれ？電気もつけずに何してんの？お帰りなさい。仕事はどうだった？そりゃあもうヘトヘトだよ。ヘトヘト。そうだよね。相手は若い子だもんね。それは疲れるよね。え？これ、浮気だよね。そう言うと、私はさっき見てきた光景を記録した写真を直哉に突きつけました。私には散々仕事で疲れてるって言ってたくせに、嘘ついて若い子とデートですか？それで、いつになったら昇進できるんですか？私が嫌味たっぷりに言ってみせると、直哉は黙り込んでしまいました。ねえ、何か言ったらどうなの？言い訳の一つもないわけ？すると突然、直哉が開き直ったように逆ギレをし始めたのです。何被害者面してるわけ？え？家事もしないで仕事で疲れてる夫の後をつけて、主婦は暇でいいですね。ちょっと、何開き直ってるの？俺はただちょっと息抜きしてただけだし、そんなことくらいで騒がないでくれる？息抜きって、浮気よ浮気。だから何？離婚でもするか？離婚したら金に困るぞ。何言ってるの？できないよな。専業主婦で寄生虫だもんな。え？お前を仕事から引退させといてよかったって話。これでお前、俺なしじゃ生きていけないだろ？お前いい歳なんだし、一度引退した人が簡単に働けるほど世の中甘くないからな。もしかして、そのために私に仕事を辞めさせたの？まあ、それもあるかな。最低ね。お前が今から働いて、俺以上に稼げるようになったら、あの子と別れてやってもいいけど。直哉はなぜかずっと上から目線でニヤニヤと笑っています。その姿を見て、直哉への期待も愛情も何もかもがなくなっていくのを感じました。元はバリバリのキャリアウーマンだったかもしれないけど、今は俺に食わせてもらってるってことを忘れないように。ってことで、この話はおしまいな。風呂はもう済ませてきたから、俺、先に寝るね。そう言い残すと、私の肩をポンと叩いて寝室に行ってしまいました。許せない。この時私は彼と離婚することを決意しました。ただ簡単に離婚してしまってはつまらないと思い、私はある計画を実行することにしたのです。それからというもの、直哉は浮気を隠すことすらしなくなりました。毎日のように遅く帰り、スーツには女物の香水の匂いをつけてきたり、口紅をつけてきたことも。しかしそれは私にとって好都合でした。直哉の浮気発覚から半年後、やっとこの関係に終止符を打つ時がやってきたのです。ただいま。あれ？ご飯は？ちょっとそこ座って。なんだよ。俺腹減ってるんだけど。直哉さ、まだ浮気続けてるでしょ？はぁ？またその話？反省はしていないのね。反省って、別れてほしいなら俺より稼いでみろって。では、
あなたはクビです。は？それから私と離婚してください。ちょっと待てよ。さっきから何言ってんだよ。離婚って。浮気相手のことは別れなくてもいいわ。だから私と離婚して。あと、慰謝料もしっかり請求させてもらいますから。そう言って私は、この半年間集めた浮気の証拠をすべて広げてみせました。待て待て。俺は別にお前と離婚したいわけじゃないんだって。ただちょっと息抜きしただけで。それに、クビってどういうことだよ。私を大事にするって言ったわよね。そういう条件で私は仕事を辞めたの。覚えてるよね。もちろん。じゃあ私のいた職場のことは？職場って俺と同じ。あ？そう、同じ系列よ。私はあなたの親会社だったけどね。そう、私の元いた勤め先は、直哉の親会社。当時の私は、昇進を目の前に結婚で退職したものの、給料は直哉の倍近くあったのです。おそらくそのせいもあって、私に引け目を感じて辞めさせた、というのもあったんだと思います。だからって、なんで俺がクビなんだよ。私ね、職場を辞めるとき上司に言われてたのよ。君の居場所は残しておくから、復帰したくなったらいつでも言いなさいってね。嘘だ。そんなこと一言も言ってなかったじゃないか。そんなこといちいち言うことじゃないでしょ。あなたの愚行もすべて会社は把握してるわ。そんな信用の置けない職員、置いておけないって言ってたわよ。そんな、ごめん、悪かったよ。もう浮気しないから、俺にはお前しかいないんだよ。だから頼む、俺を見捨てないでくれ。先に私を捨てたのはあなたよ。離婚届や慰謝料の請求書の諸々は後で送るから。それじゃあ、あとは浮気相手とお幸せに。待って、頼む、俺が悪かったから、待ってくれ。何やら直哉の叫び声が聞こえた気がしましたが、私にはもう関係がありません。用意しておいた荷物を持って、私は仲のいい同僚の家に転がり込みました。そう、浮気が発覚してすぐに連絡したのも、その同僚の彼女。彼女がすぐに上司に直哉のことを報告してくれたおかげで、私はまた職場に復帰できることになったのです。お疲れ様、やっと終わったね。本当にやっとだよ。この半年は長かった。でも休んでもいられないよ。専業主婦やってて仕事はなまってるだろうから、私が一から叩き直してあげるんだから。勘弁してよ。私たちはしばらく笑い合って勝利の杯を交わすのでした。それからしばらくして直哉との離婚は成立。だいぶ粘られましたが、彼の残してくれた証拠の数々によりあっさりと肩がつき、慰謝料も十分な額が支払われたのです。結局あの浮気相手は直哉が本当の仕事として訪れたキャバクラのホステスだったらしく、離婚後責任を取れと訴えた直哉を面倒に思ったのか、今ではどこにいるのかもわからないんだとか。私はというと、慰謝料を使って前の家よりももっといい家を借りれたので、大好きな仕事に専念しながら久々の独り身生活を謳歌したいと思います。